統一を目指す真の信仰。全周を囲まれ、もはや漢の名数が尽きたことは誰の目にも明らかでした。そんな状況の中でも私を逃がすために兄たちはあえて目立つように正面から突貫、敵の目を引きつけるおとりとなってくれました。無論軍はその場で玉砕、城も完全に制圧されて、事実上漢は滅亡しました。私が今ここで自由に生きられているのは兄たちが命を散らしたおかげです。だから私は何としてでもその仇を討たなくては。この手で皇帝の首を落としてやらなくてはならないのです。大変なことがあったのね。でも安心していいからね。ここでは誰も長良ちゃんにひどいことなんてしないから。家族と別れになっちゃってとても寂しいわね。これからは私のことお姉ちゃんだと思っていいのよ。はい。長良ちゃんも私たちの家族になったのなら、お家にも案内した方がいいわね。お家？半海様のお屋敷ですか？そうよ。妹や弟たちがたくさんいるから、みんなとも仲良くしてほしいなって。たくさん。そうなんですね。だったら私もぜひお伺いしたいです。それなら明日迎えに行くわね。妹たちにも伝えておくから。はい。せっかくだし匠くんも一緒にね。はい、みんな、長良お姉ちゃんよ。挨拶してね。そうでしょうか。ダメって言ってるでしょ。お兄ちゃんとお姉ちゃんに挨拶できるわよね。賑やかなところなんですね。
かに喧嘩はするかもしれないけど、みんな家族だし深く信じ合っているわ。これからは長良ちゃんも私たちのことを家族だと思って何でも言ってくれていいんだからね。遠慮とか気兼ねとか無用だから、お姉ちゃんに何でも相談してね。ありがとうございます。初めての土地でもありますし、頼りにさせていただきます。もうそんなにかしこまらなくていいのよ。それじゃあ早速お昼ご飯をご馳走するわね。上等なものはできないけど頑張って美味しいもの作るから。それじゃあ私も手伝います。いいからいいから、長良ちゃんは座ってみんなとお話ししていて。私お料理は得意な方だから。でもそんな、お世話になるのは私の方なのに。長良ちゃんは私が作るの嫌？いえそういうことじゃないです。ただ甘えてばかりいるのもどうかということで。いいのよお姉ちゃん、みんなの喜ぶ顔を見るのが大好きだから。だからゆっくり待っててね。わかりました。半海様は優しい方ですが、なんというか捉えどころがない方なのですね。いきなり抱きついてきたり、こんなに多くの子たちのお母さん役をしていたり、かと思えば戦場では一片の情も見せず豪風のように敵をなぎ倒していくとか。いろいろ盛りすぎじゃないですか。兄様は度量が大きいのですね。楽しんで生きていけたら。そうですね。お待ちどうさま、できたわよ。何度も言うけど遠慮しなくていいのよ。はい、それじゃあいただきます。これは美味しいですね。ありがとう。頑張ってよかったわ。半海様は戦働きだけでなく家庭でも腕利きなのですね。むしろ今の半海様を見ていると戦場で剣を振るっている姿の方が信じがたいです。おかしいかしら。いえ、ですけど、どうしてこんな方が最前線で剣を振るわれるようになったのかは気になります。もちろんみんなのためよ。お料理ができるだけじゃみんなを幸せにはできない。逆に戦えるだけでもそうね。一番いいのはどうすればいいかって考えたら、家
庭でも戦場でも強くならなきゃって。だからもしそんな風にうまくやれてるのなら、それはみんなのおかげなのよ。やっぱり強さには理由があるんですね。私、知恵を巡らせ策を練ることならいくらか自信があります。でもそれ以外のことはさっぱりです。半海様、もしよかったら私に料理を教えてくださいませんか？でも料理って刃物や火も使うし危ないわ。もちろん承知しています。それでも私ももっと強くなりたいので。それじゃあ簡単なところから少しずつね。ありがとうございます。匠くんは何かしてみたいことはないの？私にできることなら何でもお手伝いしてあげるから。何？どうして？畑仕事も大変なことよ。体力を使うし、季節によっては暑かったり寒かったり、必ずうまくいくものでもないし。じゃあ匠くんもちょっとだけね。この辺りは空きになってるから自由にしていいところよ。まずはこのクワで地面を掘り返して、余計な根っことかをポイして、土を柔らかくして、大丈夫？やっぱり危ないわ。やめておこうね。お姉ちゃんがするのを見ていればいいから。
危ないわ。たくみくん、指が折れたら、足に刺さったら、お疲れ様。ね、もういいでしょ。とっても上手にできたと思うわ。怪我はない？気分が悪くなったりはしてない？そうかも。人を殺すことと作物を増やすことですからね。早く結果を見たいっていう気持ちはよくわかるけど、焦っても変わらないわ。未来のことを思いながら、大切に育てていくの。それもまた楽しみになるのよ。私たち、リンフォ様から教わることがたくさんありそうですね。ほんと？お姉ちゃん役に立つ？よかったー。もっともっといつでも頼ってくれていいのよ。お姉ちゃん、もっと頑張るからね。